はい、皆さん、こんにちは。ジローです。本日も僕の動画を見に来てくださり、ありがとうございます。本日は久しぶりに日本で報道されているニュースについてお話ししようと思います。はい、今回の内容なんですけど、日本での永住権取得に日本語能力が必要になりそうという内容を話していこうと思います。はい、ついにこんな条件が追加されそうですね。はい、この内容ね、そこまで新しいものではないんだよね。去年だよね。去年の12月の後半にはね、報道されていた内容ではあるんだけど、12月の後半にね、政府が公式に発表した内容ではないんだけど、正しいんじゃないかなって思われる情報なんだよ。で、日本ではね、日本ではっていうか、全世界どこでもそうだと思うんだけど、政府が公式に発表する前に、何らかの方法で、情報がリークされたりとか、報道されたりすることって、よくあるじゃん。で、今回僕が話す内容もそのうちの一つなんだけどさ、なんで政府の情報ってバレるんだろうね。だから多分、政府の中に報道機関のスパイがいるのかな。それか、何でもメディアに喋っちゃう、政府関係者がいるんだろうね。とにかく、政府でこれからやるような政策とかっていうのが、発表される前に、公式に発表される前に、メディアで報道されるっていうのはよくあることだよね。で、今回はね、日本で永住権を取得するために日本語能力が必要になるかもしれないっていうことなんだけど、共同通信とかね、時事通信とか、朝日新聞とか、結構有名なメディアでね、同様の内容が一斉に報道されてるんで、正しい情報なんじゃないかなとは思うね。ただ、何回も言うけど、政府が公式に発表したわけじゃないから、もしかしたら、正しくない可能性もある。だけど、有名な報道機関がもう報道していることだから、正しいんじゃないかなって僕は思ってます。で、すでに言ってあるんだけど、永住権を日本で取ろうと思ったらですね、日本語能力がこれから必要になるということなんだけど、多分だけどさ、僕のこの動画を見ている皆さんは、すでにね、日本語の勉強を始めてるよね。みんなはね、日本語ちゃんと勉強してるだろうから、今回のニュースを聞いて、特に困ることはないんじゃないかなって思うんだけどさ、去年ね、日本の総理大臣が新しい人に変わったよね。それから、いろいろな外国人政策っていうのが明らかになってきてるよね。外国人を日本に呼ぶときにというか、外国人にとっては、日本に住むことがとてもハードルが高いことになってきてるのかなって思うんだけどさ、誤解をね、生むような表現があったので、動画自体は削除したんだけど、僕がね、前アップロードした動画ではね、日本国籍の取得に必要な、在留年数、日本に住んでいる期間が、5年だったのを、原則10年に伸ばすっていう、そういう仕組みができてくるっていうことを、が報道されてると。それについてね、
前動画で僕は紹介しました。だから日本国籍を取ろうと思ったら、今までは5年住めばよかったのが10年に伸びちゃうかもよっていう話を前にしたんだよね。で、この国籍と、永住権って別物だよね。日本国籍を持ったら日本人になるっていうことだよね。ただ、日本人にならなくても永住権をもらうことはできるんだよ。で、国籍についてはね、ちゃんと日本の法律で、書かれてます。国籍法っていう法律があるんだよね。その中に、帰化についての内容が書かれてるんだよ。で、帰化って何かっていうと、日本人になることなんだよね。日本人になることを帰化と呼びます。はい。で、日本人になるためには、いろいろな条件があるんだけど、条件の中にね、引き続き5年以上日本に住所を有することって書いてあるんだよね。ちょっと難しい日本語かもね、これ。そう。5年以上日本で住所を持ってなきゃいけないっていうことなんだけど、この内容自体は変えないらしいんだよ。メディアの報道によるとね。まだこれも政府の公式な発表がされてるわけじゃないからね。だから、この法律自体は変えないらしい。国籍法の内容自体は変えないらしいんだけど、原則10年以上住まないと許可が出なくなるらしい。他にもね、いろいろ例外はあるらしいんだけど、法律を改図して仕組み自体が変わるっていう感じだね。これもね、いろいろ賛否両論があるんだよね。法律自体を変えずに、運用だけを変えるのって大丈夫なの？それっていいことなの？とかそういう意見もあるんだけど、とにかく去年報道された内容によりますと、日本国籍を取得するために5年住んでればよかったのが原則10年住まなきゃいけなくなるということで、まだね、政府の公式発表がされてないのでね、まだ何とも言えないんだけど、多分正しい情報なんだろうな。5年住めばよかったのに10年住まなきゃいけないということで、結構長い時間だよね。でも、それだけ、その国の人になる。日本のパスポートを取得する。日本人になる。そうだよね。結構大掛かりなことだからね。確かに、10年くらい住んだら、日本国籍が取得できるようになるっていうのは、そんなに、的外れなことを言ってないっていうか、そのくらいのルールでいいんじゃないかなって思うけど、例えば、そうだな、5年住んで日本国籍を取るぞって思ってた人にとっては、ここで急にルールが変わっちゃうとね、今まで5年住んだのに、あと5年もさらに住まなきゃいけないんですかとか、そういう風にびっくりしちゃうかもね。でも、日本国籍を取得するのってね、結構、代償を伴うんだよね。基本的に日本国籍を持ってたら、他の国籍は持っちゃいけないんだよ。ただね、日本国籍を持っていて他の国の国籍を持ってる人っていっぱいいるんだよね。だけどそれは変な言い方をすると、政府に隠して二重国籍状態をしているだけであってね、二重国籍が日本で認められているっていうわけではないんだよね。二重国籍を認めている国って多いからね、そういう国とはまた違った運用をしているのが日本ということになりますね。で、今回取り上げたい内容っていうのはね、今話した国籍とは別の話です。永住権についての話です。
永住権をゲットするとね、日本でずっと住むことができるよね。うん。まあいいよね。自分がね、生まれた国以外でずっと住むことができる権利を持てるって便利だよね。うん。まあ、僕もね、海外に旅行しに行くときは、例えばね、滞在日数は90日以内にしてくださいとか、そういう決まりがあるんだよ。ただ、それが無期限だったら、なんかね、余計なこと考えなくていいから便利だよね。うん。例えば90日滞在だったら、90日以内の滞在に留めなきゃいけないとしたらさ、90日以内でどこに行けるかなとか、そういうプランを立てなきゃいけないでしょ。ただ無期限で入れるとなったらね、うん。じゃあこの1年は日本で過ごそうかなとか、そういう風に考えられるよね。1月は北海道で過ごして、8月は沖縄で過ごして、10月は名古屋で過ごそうとかね、うん、そういう長期的なプランが立てられるわけなんだけど、そういうこともあって永住権って欲しいよね。僕も日本以外の地域の永住権欲しいなと思ってるんだけどさ、この永住権を取得するためにはね、もちろんルールがありますよ。うん。国籍と同じくルールがあるんですけど、いくつか紹介します。うん。まずは、素行が善良であること。難しい日本語だね。うん。素行が善良であることっていうのはね、法律を守って、ちゃんと暮らしてればいいよっていうことだよ。うん。その、日本の治安を乱したりしなければいいよっていうことだね。他にはね、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有することっていう条件があるよね。うん、だから、日常生活の自分の、日常生活は自分のお金で賄ってくださいねっていうことだね。うん。日本もね、財政がとても厳しいです。ということで、例えば日本人以外の人が、日本に住んでる時にね、その人のためにたくさんの税金を使ってしまったら、日本にもともと住んでいる人に税金が使えないっていう、そういう発想だと思うんだよね。うん。だから、日本で住むんだったら、自分が生活する、お金は、自分の生活に必要なお金は自分で稼いでくださいねっていう、そういうことだよね。うん。他にもいろいろ条件ありまして、そのものの永住が日本国の利益に合すると認められることということで、うん。この中にね、いろいろな要件が入ってるんだけど、ここにね、10年以上住んでくださいっていう規定があるんだよね。うん。で、だから、永住権を持つためには、日本で10年以上住んでなきゃいけないんだけど、他にもね、罰金刑とか拘禁刑を受けていないことってあるよね。だから、日本で、なんか罰せられていないっていうことが条件なんだね。あとは公的義務を怠っていないことみたいなのもあってさ。だからちゃんと納税してくださいねっていうことだよね。他にもある。うん。条件はいろいろある。日本人でもなんか読むのが難しい文章なんだよね。こういうのって。うん。僕もね、そう、日本人代表として、こういう YouTube にね、外国人向けに情報を発信するときは、正しい情報を伝えなきゃなって思ってるわけよ。うん。で、そのためにね、法律の文章を読んだりとかするんだけど、日本語が難しい。うん。だからね、結構僕もね、情報を集めるのに苦労したんだけどさ、何が言いたいかっていうとね、
今読み上げたたくさんの条件あるでしょ。この条件に新たな条件がプラスされるかもしれないっていうことなんだよね。うん。さっき言った条件の中にさ、日本語に関する規定ってなかったでしょ。うん。そう。今回新たに日本語に関する規定が足されるかもしれないということで、で、例えばね、今まで結婚相手が日本人だったら、自分自身も何年か住めば日本の永住権を獲得できたわけよ。うん。それが、日本語の能力がないといけなくなるということで、うん。ずっと日本で住むためには、日本語ができないといけないんだよね。うん。まあ、そうなるんだよね。はい。だから、これから永住権を獲得しようと思っている皆さん、日本語を学ばなくてもいいと思っていた皆さん、日本語を学ばなきゃいけなくなるかもしれません。うん。だからね、日本語を学びたくないなとか、日本語が喋られなくても永住権が取りたいなって思っている人がいたら、今がチャンスかもしれないね。今がラストチャンスかもしれない。うん。で、ここでみんなが知りたいのってさ、どのくらいの日本語能力が求められるかっていうことじゃん。これがね、さっきも言ってるように、政府の公式な発表がないんで、具体的な内容がわからないんですよ。うん。だから、どの程度の日本語能力が求められるかっていうのがまだ未知数。うん。N1 かな。どんくらいだと思う？どんくらいの難しい基準が設けられるかな。うん。これでさ、N1 とか、そんくらいの難しさだったとしたらさ、みんな勉強大変だなと思ってね。で、こういう厳しいルールをどんどん作ってきている理由としてね、やっぱり、ここは日本だよねっていう考え方があると思うんだよね。日本の公用語は日本語だよね、確か。違うんだっけ？うん。とにかく、日本社会はね、日本語で成り立っていると言っても過言ではないよね。うん。だから、その社会であり続けるために、日本にずっと住むような永住権を獲得した人には、日本語能力を求めるようになるということだね。で、こういうなんて言うんだろうな、外国人政策についての内容が、最近どんどん明らかになってきてるんだよね。で、これは世界的な流れだと思うんだけど、なんて言うんだろうな、移民に対して厳しくなってきてるのが世界の情勢だよね。で、日本もその流れに乗っているから、これからね、外国人が日本で住み続けるのが難しい社会になってきてるんだけどさ。うん。で、そのうちの一つとして、2027年の4月からね、永住許可を取り消すことができる改正入管難民法の規定が施行されます。なんだよそれって今思ったでしょ。うん。めっちゃ難しい日本語だし、日本人の僕もね、こんな規定が始まるんだっていうのをさっき知ったところなんだけどさ。そう。だから、永住許可が下りたとしても、永住許可が取り消されるかもしれないんだよね。うん。でも、それは当たり前だよね。例えば、日本でね、永住権を持ってるからといって、何か悪いことをしたら、それはね、日本から出て行ってもらうっていうのは普通のことだよね。うん。で、その内容がちょっと厳しくなるということで、永住権って更新手続きがないじゃん。うん。
だって永住権だから。一回その権利をもらったら、ずっとその権利があるんだけど、更新手続きがない分ね、例えば永住許可が下りた後に、税金を払わなくなるパターンっていうのがあるらしいんだよ。うん。で、日本は今財政難ではないか。うん。まあお金が足りないよね。基本的に日本っていうのは。うん。ずっと国債っていう、まあ、借金だよね。要は政府はずっと借金をしている状態なんだけど。だからお金が足りません。なので、まあ、税金はみんなに払ってもらいたい。うん。税金はみんな払ってくださいね。ということで、例えば、まあ、故意に支払わない場合、うん、払える状態にあるし、払わなきゃいけないのに、税金を払っていない人がいたとしたら、永住許可が取り消されるようになるらしいです。うん。まあ、これは当たり前かな。でもね、その規定についてはね、いろいろな意見が出ていて、まあ、その内容がちょっと曖昧だっていう意見も出てるんだよね。うん。まずまあ、故意に支払わないっていうところの基準だよね。うん。まあ、例えば、自分が病気になってしまって、働けなくなったとしよう。その時に、自分が、税金を払えません。うん。そうなった時に、それが故意で払えてないのか、故意で払ってないのか、それとも、払えないのかっていうのを、どうやって証明するのかって難しいよね。うん。だからね、それの、まあ内容については、いろいろ賛否両論なんですけども、うん。まあとにかく、まあ、税金を払ってない人、まあ故意に税金を払ってない、まあ人はね、もしかしたら永住許可が取り消されるようになるかもしれないということで、まあただね、それってすごい、もったいないよね。だってさ、永住権って、そんな簡単に取得できるようなものでもないでしょ。うん。だって、10年住まないと、基本的にゲットできるものではないじゃん。まあ、他にもいろいろ、仕組みがあるんだよ。例えばなんか日本が今求めている、まあ、人材。うん。すごい高度な技術を持った人材とかだったら、1年日本に住めば永住権がもらえるとか、まあいろいろな例外はあるんだけど、まあそれにしてもね、なんて言うんだろうな、まあまあその高度な技術を持っている人材になるためには、まあすごい努力をしないといけないだろうし、とにかく永住権をゲットすることってすごい難しいことだよね。これはまあ日本の永住権だけじゃないと思う。うん。まあ、海外の、まあ、日本以外の国でね、永住権を、取得しようと思ったらね、それなりにハードルが高いことだと思うんだけど、そうやってせっかく努力をして手に入れることができた永住権、それをね、手放すことになるって本当にもったいないことなので、日本でね、永住権を取得したら、ちゃんと税金を払うようにしましょう。うん。なんかね、まあこういうのって世界の流れなのかな。まあ日本にいる外国人が、まあ、税金をちゃんと払ってないとか、えーまあ日本人は税金を払ってるのに外国人は税金を払ってない不平等だとか、まあそういう風に感じる人って結構ね、いると思うんだよね、日本人の中に。ちゃんとルールを守って日本で生活している外国人にとってはすごい迷惑だよね。そういう人たちがいるせいで、日本にいる外国人全体のイメージが悪くなってしまうというね。うん。まあそういう問題があるんだけど、まあこういうふうに思う日本人が増えた理由ってまあいろいろあると思うんだけど、やっぱり日本の経済事情が悪い。まあ、日本ではね、今物価高が、すごい大きな問題になってるけど、日本で生活することが苦しいなって感じている日本人が増えてきているから、
まあ、誰のせいでそうなってるんだっていうのをみんな考えたくなっちゃうんだよね。何が原因で自分が今生活しづらいのかとか、そういう時に、なんで外国人の人が税金を払わない状態があるんだとか、そういうふうに考えちゃう人も多いし、やっぱりあとはね、日本で住むためのハードルがここ10年ですごい緩くなった。もともと日本って移民が全然いない国だったんだよね。そもそも日本で暮らすのってすごいハードルが高かった。多分10年くらい前まではね。ただ、安倍総理っていうね、総理大臣、今はね、銃撃されて亡くなってしまいましたけど、その方がね、外国人の方、たくさん来てくださいとか、そういう政策を始めて、日本で働いてる外国の方、今すごい多いしね。で、観光で来る外国の方もすごい多いから、とにかく日本で見かける外国の方ってすごい増えたよね。だからね、やっぱり視覚的にね、そういう状況が目に映ると、外国人に対して規制をもっとした方がいいんじゃないかって、そういうふうに考える人が増えてきてるんだと思います。はい。まあ、ただ僕個人としてはね、僕は今日本人ですけれども、他の国にもたくさん行きたいと思ってるので、まあ、国家間の間でね、まあ、人の行き来とかが、少なくなるっていうのはちょっと嫌だなと思ってるので、まあ、こうした政策も行き過ぎないようにしてほしいなっていうふうには思うんだけど、ただ一方で、まあまあいろいろ問題も起きてくるじゃん。まあそういうのにはね、まあちゃんと対応しなきゃいけないのかなと思いますけどもね。はい。ということで、皆さんいかがだったでしょうか。僕のポッドキャストを聞いてくださっている方々は、日本出身ではない人が多いと思います。日本語を今学んでいる方が多いと思いますけれども、そういう方々の方がね、よりいい意見を僕よりも持ってると思うんで、ぜひ今のね、日本の政策について何か思うことがありましたらコメント欄に書いていただきたいと思います。ということで、今回の日本語ニュースはこれで終わりにします。皆さん聞いていただきありがとうございました。それじゃあ、バイバーイ。